こんにちは。今回はエクストレイル90周年記念車が発売された陰で、ひっそりエクストレイルの仕様や価格の変動があったので紹介したいと思います。エクストレイルを購入検討している方は、絶対に最後まで見た方が良いと思います。それでは、行きます。Now loading。では、まず、最初にひっそりと改定されていた、車両価格について紹介していきます。結論から申し上げますと、車両価格は全グレード上がっていました。しかし、とても興味深いことに、購入検討者への配慮が伺える価格変動になっていると感じました。こちらのグラフは今回の値上がり額を示しています。縦軸が、実際に、値上がった金額を絶対値で表記していて、横軸はグレードを並べています。90周年記念車は、今回から増えたグレードになるので値上がりはゼロとしています。基本的には、9万1300円ほど各グレードが値上がっているんですけれども、人気のグレードである G グレードに関しては、たったの3300円ほどしか値上がってないですよね。オーテックのアドバンストパッケージに関しても、2輪駆動と4輪駆動で値上がり額はたったの3300円でした。この3300円の価格については、後ほど変更された使用情報を聞くと、納得のできる価格だと思うかもしれないです。ちなみに2022年7月に購入したエクストレイルに対して、全体的におよそ35万円から40万円値上がっているので、発売してすぐに購入した方は、非常にお得なお買い物をしたと思います。そして、こちらが、2023年4月から2024年5月にかけて、どれだけ価格が変動したかを示すグラフになります。縦軸は車両本体価格となっていて、横軸は各グレード名を記載しています。このグラフでは、赤い棒グラフをメインに見ていただきたいのですけれども、相対的に G グレードとオーテック仕様が安くなったという点、X グレードの価格を上げて、その X グレードと G グレードの間に90周年記念車の価格を入れ込んでいる点、この2点が非常に興味深いなと思いました。まず、狙いとしては、G グレードとオーテックのアドバンスドパッケージをメインに売り込もうとしているのですが、とは言っても、G グレードを購入しようとすると、諸費用を含めて500万円以上になってしまう。そんな方に、G グレードよりも少し安くて、外装の装飾もかっこいい90周年記念車をおすすめすることができそうですね。そうは言っても、結局値上がったんじゃないかと不満に思っている方いらっしゃると思いますが、すでに、エクストレイルを購入した私も嫉妬してしまうような仕様変更があったんですよね。なぜかあんまり表立ってニュースにもなっていないように感じますが、見つけてしまったので、紹介していきたいと思います。まず、ひっそり仕様変更されたのは、ナッパレザーの新しい仕様が加わりました。今映しているのは、タンカラーと呼ばれるナッパレザー抗菌仕様なんですが、なんとタンカラーと同じ価格の15万4000円で、ブラック色のナッパレザーを選ぶことができるようになりました。もともとブラック色で言うと、テーラーフィットと呼ばれる素材の合皮シートがあるんですが、500万円ほどする車両で合皮シートだと、ちょっと物足りないなって思う方もいらっしゃると思います。実際、街で見かけるエクストレイルを見てみても、タンカラーのナッパレザーシートを装備している方って結構多いんですよね。それを考えると、やっぱりブラックがいいなとか、ブラックの方が落ち着くっていう方が一定数出てくるんじゃないかなと思ってます。実際に、市場の動向を見てみても、例えば、スバルのレボーグやフォレスターでは、ブラックインテリアエディションの仕様を増やしたことで、価格が高いにもかかわらず、積極的に、ブラックインテリアエディション選ぶ人が多かったようです。こちらがスバルのブラックインテリアエディションの内装になりますが、スバルの場合は、ウルトラスエードと呼ばれる高級な革をシートに巻き付けてます。エクストレイルは本革のブラックシートになるので、レボーグのようなシートではないですが、今後、このような本革やウルトラスエードのブラックシートが流行っていきそうな気配がします。次期型フォレスターや新型日産キックス、マイナーチェンジされると言われているノートオーラなどの上級グレードで、採用されるんじゃないかと予想しています。続いて、仕様変更2つ目は、HDMI 端子の新設です。はじめは、目を疑いました。その理由は日産のオリジナルナビゲーションであれば、HDMI 接続がそもそもできるからです。しかし、何度見ても、12.3 インチワイドディスプレイの欄に、HDMI 接続という単語が記載されているからですね。私は再三にわたり、動画で HDMI 端子がないと不満を漏らしていたのを聞いてもらえたのか、
実際のところはよくわかりませんが、正直買い替えられるなら買い替えたい。ただ、問題はこの HDMI 端子がどこに配置されるかというところですよね。もしかしたら、安全を考慮してグローブボックスの中に仕込ませてる可能性ありますね。ここに仕込ませられちゃうと、助手席に人が座ると停車していても使えない。あとは充電するための USB 端子の横に、新しく HDMI 端子が付くかどうかですね。ここなら端子が目立つので、セールス的にはありだと思いますね。C 端子を置くなら HDMI 端子置いてほしいな。そして、残る3つの候補のうち1つは、この橋渡しコンソールの下側ですね。日産のノートやオーラでも HDMI 端子がこの位置に配置されています。この場所なら任天堂スイッチであったり、ゲーム機器の筐体を一緒に置くこともできるので、個人的にはぜひこの空間に HDMI 端子を装着してほしいです。あともう一つの候補は、コンソールの収納部ですね。トヨタ系の車は、オプションでコンソールの中に HDMI 端子を装着することができる車が多いので、もしかしたらひっそり追加されるかもしれませんが、コンソールのこの扉を開けたまま、HDMI ケーブルを配線するのは、さすがにかっこ悪いですよね。ぜひ皆さんもどのあたりに HDMI 端子が装着されるのか、コメント欄で予想してみてくださいね。あえてリアコンソールのこの場所に、HDMI 端子が装着するのも良さそう。なんとなくだけど、スペース余ってるようにも見えますね。そして、ディーラーオプションなんですけれども、もしかしたら、2024年5月に変わったわけではないかもしれませんが、日産リーフのバッテリーを使ったポータブルバッテリーが選択できるようになっていました。ただ、ちょっと価格が高くて17万円しますね。もしこのバッテリーが e パワー専用のポータブルバッテリーで、走行中バッテリーが満タンになってしまった時に、エンジンをから回転させて放電するのではなく、このポータブルバッテリーに余剰電力を移動させることができたら、購入検討対象にはなるかもしれませんね。ただ、それでも10万円ぐらいじゃないと買わないかもしれませんが、そして、G グレードのホイールですが、残念ながら、90周年記念車のような黒ツヤのあるホイールを選択できるようになっていませんでした。そういえば、東京オートサロンで紹介されていたエクストレイルのオーテック仕様なんですが、真っ白なシート地に、オーテックの青一周のシートが展示されていました。今回の仕様変更では、このシートは見られませんでしたが、エクストレイルのマイナーチェンジがある際は、この紳士的で落ち着いた見た目のシートも、オーテックの特別仕様車として発売されるといいですね。ということで、今回私が見つけたエクストレイルの仕様変更は以上となりますが、まだひっそり変更された仕様が存在するかもしれません。ぜひ皆さんの目でも直接確認していただいて、他にも変更点が見つかりましたらぜひコメント欄で教えてください。まあとにかく、エクストレイル購入しようかなと考えていた方は、今まさに買うチャンスだと思います。仮にマイナーチェンジしたとしても、今の T33 の前期型モデルは人気が間違いなく続くので、マイナーチェンジして見た目や仕様が自分好みでなくなってしまうリスクを取りたくない方は、すぐにでもディーラーに行って試乗して、G グレートあるいはオーテックを購入しようかどうか検討してみてください。車両本体価格は500万円とやや高めではありますが、リセール性が非常に良いので、実際3年間乗っても、100万円かからずに乗れちゃうお買い得な車だと思います。さらに値上げされる前に、購入しちゃいましょう。それでは、また。